皆さんこんにちは。今回はですね、プロポのタイマー機能ですね、の、便利なおすすめの使い方をですね、紹介したいと思います。このプロポのタイマー機能に関してはですね、特に EXWR から内容は変わってないんですけれども、大きく変わったところはですね、プロポにバイブレーションがついたってところですね。これやっとついたっていう感じなんですけれども、このバイブレーションがついたことによって、このタイマー機能っていうのはですね、かなり使い道が増したんではないかと思います。今までですね、なかなか外コースだったりとかですね、エンジンカーの走ってるコースだとちょっと音だけでは、ぶっちゃけよく聞こえなくて、あまり使えなかったっていう方多いんじゃないかと思うんですけど、正直自分もそうでした。音が聞こえないんでね、外コースであんまりこのタイマー使ってなかったんですけれども、やっとですね、EX NEXT でバイブレーションがつきましたので、このタイマー機能っていうのは結構、今便利に使えるようになりました。で、自分もですね、いろんな、結構活用してるんですね。今回自分が使っている活用方法をですね、ちょっとこの動画について、この動画でですね、ご紹介したいと思います。ということでですね、ちょっとわかりやすいようにまたカメラの位置、変えたいと思います。はい。ということでですね、カメラの位置をちょっとわかりやすいように、移動したので、設定からですね、順番に説明していきたいと思います。まずはですね、トップメニュー、トップ画面の、ファンクションのところでエンターを押して、タイマーを選びます。そして、このタイマーのメニューが出てくるんですけれども、まずここのメニューをですね、一通り説明しますと、タイマースタート。これはですね、ここで、エンター長押ししていただくと、ここでもうまずですね、すぐタイマー、計測が始まります。そしてですね、もう一個、トグルスタートですね。トグルスタートっていうのは、ここでエンターを長押ししてあげると、ここにレディっていう文字が出てくるんですけれども、この状態でですね、スロットルのアクセルをオンにすると、タイマーがスタートします。なんでですね、用意ドンで、走り始めから、タイマー使いたいときは、このトグルスタートを使ってあげると便利かと思います。そしてですね、このラップヒストリーっていうのは、今ここにちょこっと出てるんですけれども、このですね、一番下にラップキーっていうのがあるんですね。ラップキーをですね、何か、どこかのキーに割り当ててあげて、例えば ET5 とかに割り当ててあげて、割り当ててあげるとですね、タイマーが動いている間に、そのキーをですね、押していただくと、タイムが測れるっていうですね、ストップウォッチみたいな感じで、タイムが測れるようになります。正直ですね、走りながら、このボタンを押す感じになるんで、目安程度かなとは思うんですけれども、自分はあんまりこの機能は正直ぶっちゃけ使ってないんですけれども、そんな感じで、ストップウォッチみたいに、タイムが測れるようになります。で、それがここのラップヒストリーで記録として出てくるようになります。そしてこの矢印みたいのを押していくと次のページに進んで、まずラップナビっていうのですね。これはですね、ちょっと後で説明したいと思います。なので、一回飛ばして、アラームタイムですね。これは、何分後にアラームが鳴るよっていう、タイムなんですけれども、自分はですね、今5分レースを想定して、5分で、どれぐらいのタイムで走れるかっていうのを測るためにですね、ここは基本的には5分レースを想定して、5分に設定しています。デフォルトでもですね、確か5分になってるかと思うんですけれども、次に P アラームですね。これはですね、例えば5分だったら、5分が終わる5秒前、今5セックってなってるので、5秒前に、カウントダウンの、アラームが鳴り始めます。確かですね、デフォルトはこれ10秒になってたと思います。なので、10秒にしとくと、10秒前からですね、5分が終わる10秒前から、カウントダウンの、P アラームが鳴るので、終わりが近づいてきたよっていう目安になるかと思うんで、これはですね、自分は結構活用しています。で、10秒だとですね、ちょっと長いんで、自分は5秒前から、鳴るように、設定しています。で、次にですね、アラームモードの、ストップ、CONT、コントっていうのかな、の、この2種類あるんですけれども、まずですね、ストップっていうのは、アラームがですね、鳴って、勝手にある程度の時間になったら、アラーム勝手にストップします。もう一個のですね、コントっていうのに設定しておくと、なんかボタンを操作するまでアラームがずっと鳴り続けるようになります。
これはですね、EX NEXT の前の WR なんかの時に、まだバイブレーションがなかった時ですね、に、聞き逃しをしないために、なんか押すまでずっと鳴り続けるようにっていう、項目を作ってたんですけれども、この EX NEXT の場合はですね、正直、バイブレーションで聞き逃すことはまずないので、これストップに、しておいてもらった方が楽かと思います。自分で、アラーム止める手間がなくなるので、ストップでいいかと思います。そしてタイマーモード。これはですね、ラップタイムとダウンタイム、2種類あるんですけれども、ダウンはですね、要はカウントダウンしていくタイムですね。で、ラップタイムっていうのは、カウントアップ、どんどん上がっていく。例えば5分だったら、0秒から始まって5分になるか、5分からこうカウントダウンしていって0秒になるかっていう、この違いですね。で自分は普通に5分の、レースを想定して、5分走行を測るので、ダウンタイマー、普段はですね、ダウンタイマーに設定してあげています。意外とね、どっちでもこれはいいかと思うんですけれども、自分はダウンタイマーが慣れてるので、ダウンの方にですね、設定しています。そしてですね、さっき後回しにしたこのラップナビっていう、機能なんですけれども、これはですね、バイブレーションがついてからですね、非常に便利で、自分は結構活用してるんですけれども、まずですね、これの活用方法、個人的にはですね、2種類の活用方法で利用しています。一つはですね、今この5分レースを想定した5分タイマーにしたのに対して、ここをですね、60秒に設定します。60秒っていうのは、つまり1分ですね。これで60秒なんで、1分に設定してあげます。そうするとですね、5分間のタイマーが動いている中で、1分おきにですね、このアラームとバイブレーションが鳴ります。でこれを設定することによって、今だいたい何分ぐらい走ってるかなっていうのがですね、分かりやすくなるんですね。1分ごとに、アラームが鳴るので、1回鳴ったら、今1分経ったな、もう1回鳴ったら、2分経ったなっていうのが、なんとなく分かるので、分かりやすくなります。これはですね、個人的には、ラップ計測ができるコースですね。で、かつ、最近はですね、結構ラップの読み上げをしてくれるコースが多いかと思うんですけれども、そういうコースでは、こういう設定にしています。そうするとですね、基本的に、ラップタイムはですね、AMB とか、うちの ARC とかで測ってくれているので、測る必要がなくて、だいたい5分のですね、目安の時間をこれで知ることができます。意外とですね、5分って長いんで、今何分経ったかなっていうのが、不安になってきたりとかですね、ちゃんとタイマー動いてるかなっていうのがですね、ちょっと心配になってきたりっていうのが、個人的にはあるんですけれども、それがですね、1分ごとに、タイマーが鳴っていくとですね、なんとなくわかるので、ちょっと安心感にもつながります。そして時間配分によってですね、車のペース変えたりっていうのもですね、できると思うので、これ1分ごとに設定してあげると、結構目安になるので分かりやすいかと思います。でもう一つはですね、もう一つの使い道。今度はですね、逆にタイム計測とかですね、ラップの読み上げがないようなコースでの、使い道になるんですけれども、一周のですね、自分のラップタイム、なんとなくでいいかと思うんですけども、一周自分が何秒で走れるかっていうラップタイムをですね、入れてあげるんですね。例えば、この13秒の中盤ぐらいで走れるコースだと想定しますと、例えばですね、これを13秒50とかに設定してあげると、まずですね、13秒50ごとにこのナビが鳴るんですけれども、これどうやって使うかっていうと、走り始めて、例えばスタートラインとかですね、何か目印を決めてあげて、そこでですね、この ET5 に設定したとすると、ET5 でこうポチって押してあげるんですね。でそうするとですね、一周走ってきて、その目印とか、計測、スタートラインですね、を超えた後にこのナビが鳴るか、超える前になるか、例えばそれか、超えると同時になるかでですね、自分がだいたい何秒で、走行しているかっていうのが、分かるようになります。スタートラインで、このタイマーをスタートさせて、
でそれでですね、一周回ってきてスタートライン超えた後でなったらですね、この13秒5よりもですね、速いタイムで走ってるってことになるんですね。で逆に、超える前になってしまったら13秒5より、遅いタイムで走ってる。同時ぐらいになったら、大体13秒5ぐらいで走ってるなっていう。今自分が何秒ぐらいで走ってるなっていう目安になるんですね。なんで、タイム測れないコースですとか、タイム読み上げがないコースなんかではですね、これをやってあげることによって、大体自分が何秒で走ってるのかなっていうのがですね、わかるようになります。これ結構、便利ですね。普通に走ってるとですね、全然わからないので、例えば車のセット変えたとき、動きは良くなってるけど、タイムは上がってるかわかんないなっていうとき、あるんじゃないかと思うんですけども、そんなときはですね、この機能を、設定してあげると、大体自分が何秒で走ってるかな、13秒5より速いタイムかな、遅いタイムかなっていうのがですね、わかりやすくなります。そんな感じでですね、ラップナビっていうのは結構、活用してあげるとですね、便利な機能ですので、ぜひ使ってみてください。自分はですね、基本的にこのような、感じで、タイマーメニューっていうのは、使用しています。はい。そんな感じでですね、バイブレーションがついたことによってですね、このタイマー機能っていうのはですね、かなり使えるものになってきたかと思うので、ぜひ活用していただけたらと思います。またですね、コメント欄にて随時、この動画のですね、やってほしい内容のリクエスト、受け付けておりますので、そちらもですね、じゃんじゃんリクエストいただけたらと思います。では今回は以上になります。それではまた。